どうも、アクアリウム大好きカプラです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年も水槽をたくさん立ち上げた私ですが、今年は新しく企画していることがいくつかあります。それをこの新年の YouTube という場所を借りて発表したいと思います。今年はチャレンジの年にしようと考えています。私は機械を仕事で扱うことが多く、常日頃癒しを求めています。それこそ山や川に行って写真を撮ったり、外でキャンプ飯を食べたりします。自然が好きでして、見ていると非常に心が落ち着きます。そんなことから家で作る水槽も赤や緑といった様々な色の水草を使って楽しんでいます。私は現在水槽を12台管理しておりまして、ほとんどの水槽が手間をかけずに水替えをしないで維持管理しています。トリミングも1ヶ月半から2ヶ月に1回程度のペースなので、比較的のんびりと水草管理をして楽しんでいます。今年は少し趣向の違った水槽を作ろうと考えています。一応現在考えていることが3つあります。1つ目は砂利水槽を作りたいと考えています。私は水草育成をする上で非常に簡単になるソイルを使っています。栄養のある黒土を粒状に固めたものなんですが、これで水草育成すると簡単に水草が育ちます。それを栄養のない砂利で育ててみようと思っています。砂利水槽は栄養がないですから、そこに肥料の添加が必要でして、これを水草の成長を見ながら枯らさないように維持をするということをしたいなと考えています。私の YouTube で公開している水槽のようにゆっくり育てる方法で水草を管理すると、水草が栄養をあまり急激に消費しないので、ソイルだけで栄養が足ります。液肥や追肥がほとんど必要なくなっていきます。それこそソイルは潰れなければ3年も4年も持ちます。さすがに4年くらい使っているソイルはイニシャルスティックなどの追肥をしていますが、逆に言うとその程度で維持できています。そんな楽な環境でやってきたので、今度は栄養のない砂利で TDS とかの水質を見ながら水草の育成具合、苔の生え具合を見て液肥を添加して水草育成したいなと考えています。こうすることで栄養管理という面で少しレベルアップするんではないかなと、スキルアップを図ってこういった砂利水槽での水草育成管理をしたいなと考えています。2つ目は高香料、高栄養、高 CO2 の高循環水槽です。簡単に言うと水草をガンガン育てるセッティングですね。トリミング頻度が3週間に1回くらいのような水槽です。2HR 管理のような方法です。これをやろうと思っています。私は常日頃低香料、低栄養、低 CO2 の低循環水槽で維持をしています。これをやるとトリミング頻度が2ヶ月くらいまで伸びるので、気づいたら水草が伸びて暴れ回っていたなんてことはありません。苔もほとんど生えないので、ガラス面の掃除は1ヶ月に1回、気になったらやる程度で済みます。仕事や人間活動を優先していますので、アクアリウムは手が空いた時にします。水槽の管理をするために時間を取ったり、休みを作ったりはしていません。2、3週間海外に出張に行ったとしても、ほとんど変化のない水草水槽を作っています。日々やるのは水を水道水から直接足し水する程度で、それもガラスの蓋をしてしまえば蒸発がかなり防げるので、さらに手間が減ります。こんな管理をしている私ですが、もう少し手間をかけた水草水槽を作ろうかなと考えています。ソイルは超栄養系のエナジーソイルがあるし、液肥は自作の硫酸カリウム溶液があるし、トロピカの総合液肥もあります。持っているライトは低循環でも高循環のセットアップでも
両方対応できるライトですし、CO2 も31アイスクリームでもらえるドライアイスがあるので無限に作れます。水草もたくさんあります。追加でお金はかからないといった状況です。設備は揃ってます。どの水槽でやるか、これが課題ですね。本当は120センチ水槽をやりたいんですけどね。私のやっている屋根裏部屋的な感じの場所では重量的に難しいと思ってます。水槽を2つ潰して90センチ水槽をやるか、60センチスリムかなんかでやるかですね。どこに置くのよっていう感じになりつつあります。どの水槽も手間をかけてはいないんですが、どれも愛着があるんですよ。壊したくないですし、まだまだリセットするには程遠いほど環境がいいんですよね。フィルターも1、2年掃除していないんですけど、まだまだ流量が落ちる気配もありませんし、非常にリセットしづらいです。もったいない。これ、要検討です。3つ目は、水替えしない生態過密水槽ですね。これはエゴ強めの人が聞くと、水替えしないなんてありえないっていうコメントが出そうなんで、あまり言いたくないんですが、どうやら可能そうなんです。以前動画でコメントいただいたんですが、水槽の底面に窒素を分解するのに特化した層を作ってあげると、それが可能になるとかなんとか、新しい視野が開けるんじゃないかなと思ってます。一斉にスタート。まだ赤信号だ。まだ赤信号だけど一斉にスタート。4つ目は、これを考えてるうちに忘れていたので思い出しました。最初3つって言っていましたが、4つ目です。小型水槽の充実です。去年は20センチキューブ水槽で水草水槽を作りました。まだ水替えしないで管理しているのですが、かれこれ10ヶ月が経ちました。もっとトリミングや水質管理、水替えが大変なイメージしかなかったので、こんなに手間がかからないで綺麗な水草水槽を小型で維持できるなら数を増やしてもいいなと思いました。ボトルアクアリウムの大きさから20センチキューブ水槽ぐらいまでの大きさを増やしていきたいですね。最近小型水槽用のグッズも揃ってきたので、かなりいい環境で育成できると思います。小型水槽は置く場所に困らないのでいいですよね。CO2 ボンベも小型のものがあるので、本当に水草育成が楽になりました。まだもう少し置くスペースがあるのと、使っていない小型水槽が3つか4つあるので作っていきたいですね。綺麗な水草水槽、苔取り生態は小さなエビだけっていう簡単管理の水槽を増やしていきたいです。5つ目もありました。観葉植物をやりたいですね。今壁に私の作った写真を飾っているんですが、ここに植物を吊り下げたかったんですよ。何もないのも寂しいですから写真を吊り下げてたんですが、本来は観葉植物を飾ってみたかったわけです。ビカクシダなんてやってみるのもいいかなと思っています。アクアリウムと観葉植物の親和性はかなり高いですから、この部屋を今より自然感を出すには観葉植物がいいかなと思っています。おすすめのこの部屋に合いそうな観葉植物あったらコメントで教えてください。水槽活動に関してはこんな感じのことを考えています。新しいチャレンジをするのは視野が広がるのでいいことだと思っています。それを達成するためにいろいろ調べたり、実体験をもとに得ることが多いので、やったことないことをするのは面白いですよね。その道の先駆者に話を聞くことでコミュニケーションが生まれたり、新しいことをするのは非常に自分にもプラスになります。もちろんチャレンジをすることで失うものもあります。ですが、その中で得るものを感じ取れるかどうかは自分次第です。以前は私も強い光で CO2 添加をしていて、トリミングや
水替えの日々に追われてました。水槽管理なんて3個が限度でした。水替えとトリミング頻度に疲れ果てましたね。仕事が忙しくなると水草がすぐにボーボーになるので、綺麗な水形を維持するのが難しくなっていました。そんな中で水替えをしない、足し水だけで管理して水草の成長具合をゆっくりにする水槽なんて私にはできない、難しいと思ってました。実はそのきっかけを与えてくれたのが以前作った90センチスリム水槽でした。この水槽は生態が過密で水替えやトリミング頻度も高かったんですが、管理方法を変えました。この動画の後、日々のメンテナンスに疲れた私は、この90センチスリム水槽の管理方法を見直しました。現在は約2年間、水替えをせず、足し水だけで管理して、トリミング頻度も2ヶ月に1回程度、有形層と陰性水草が共存できる、とっても管理が楽な、綺麗な水槽に進化しました。また今度詳しく動画にします。そんないろいろなチャレンジを経て今があります。今年もいろいろと水草水槽を作ってゆっくりと気長に楽しんでいきます。植物の成長もゆっくりですからね。私たちもゆっくりと自然界の流れに身を任せながらやっていきましょう。ぜひ皆さんも私と一緒に水草水槽を作りながら YouTube を楽しんでいただければなと思います。